ドブ縛りパエリアを作っていきたいと思います。お前身が詰まってそうだな。でかいよお前。いや、うお。皆さんこんにちは、ホモサピです。今日はね、用水路巡りをしていきます。この辺の用水路には宝石が眠っています。比喩でも何でもなくマジの宝石です。その宝石はある生き物と一緒に見つかるんですけど、あ、待って、いきなりあるんだけど、お前だろ。入る前にあった。お前絶対そうだろ。これありました。これよっこらしょ。こちらドブ貝です。ドブにあるからドブ貝って言ってるわけじゃなくて、本当に標準和名がドブ貝。俺のための貝ですね。この貝が稀に真珠を抱えていることがあるらしくて、トレジャーハントですよね。まあ俺は真珠というか普通にこいつが食いたいだけです。俺思ったんだよね、この貝を初めて見た時に。これさ、ムール貝じゃん。パエリアじゃんこれ。ということで本日はこのドブ貝でドブ縛りパエリアを作っていきたいと思います。ドブ貝も生き物なんで移動します。だからね、移動した痕跡が残るんですよ。その痕跡を見つければその辺にいることがわかる。貝筋って言うんですけど。さよなら俺の靴下。うわ、どんどん沈む。やばいやばい。もうちょっとでリミット来てるんだけど、これあー冷たいよー。あー草津温泉みたいな匂いがするぞ。いやー、土の中をぐりぐり探していくの効率悪いな。ということで、こちらはですね、貝取り除蓮という道具です。貝を取る専用のスコップ。この尖った部分で地面をディッと刺してガリガリガリと削って、この中でふるいにかけて貝だけをすくう道具です。よいしょ。新世界へ飛び込め。おお、あ、めっちゃ掘りやすい。ここしじみ取れた。あ、殻だ。こういう感じでもうただひたすらに掘っていく作業です。新たなポイント。彼らは泥が好きだからめちゃくちゃ汚ねえ泥沼に来た。ここヘドロ化してるんでワンチャンね沈む可能性がありますけど、そういうとこにいるからね、あいつらは。あれ意外といけるよ。沈まないわ意外と。うわー終わった2人で死のうか。今からね、かの有名なベアさんがやってたことと同じことをやります。こういうヘドロはね、こうやってやるとどんどん沈むんですよ。楽しいぐらいに沈みます。ほら、液状化してるからとか。だからこうやってやっていくとね、いずれこの辺まで埋まって、そうなるといよいよもう死ぬしかないんですけど、まだ膝上なんでまだ助かります。こうやって直線的に足をこう引き抜こうとするとね、圧力で抜けないんですけど、膝を揺らすことによって周りを液体にしてから抜くと意外と簡単に抜けます。とは言ってもやっぱね、太ももまで埋まると厳しいものがありますよこれ。だからなるべく一人で泥沼に遊びに来てはいけない。よっしゃ、なんとか脱出。皆さん、マーメイドみたいな状態から動けなくなってしまいました。俺の足が抜けないよ。ああ、もう無理だこれ。作戦変更。最終兵器出すか。前回の教訓を生かして俺たちは泥を歩きたかった。そこでこちら、プラスチックかんじきゆきっこちゃん。このふざけた名前のプラスチックはかんじきという日本伝統の道具でして、本来はね、新雪の上を埋まらずに歩くための道具なんですけど、圧力を分散して沈まないようにするっていう道具なんで、多分これね、泥にも応用できます。やっと履けた。なんかペンギンみたいだよね。ふん、おおだいぶ軽減されてね、普段であればこの泥は歩けないはずだけど、このかんじきがあれば、お、沈まない。面白い。じゃあ前回ハマって死にそうになったとこに行くぞ。お、立てる。すげえ。お、全然沈まねえわ。やばい。このかんじきがあればね、今まで足が沈んで奥まで行けなかったんですけど、よっこらしょ。はい、余裕ですね。全然沈みません。座右の銘、かんじきをはけにしようかな。ただなんか何も見えなくね。今日深いね。ちょっと足に何かが当たるけどさ、石ですね。いや、お、びっくりした。石か。取れた。でかい。よっしゃ、あった。勝ちました皆さん。前回ね、進めないとこまで来たらね、いました。やっぱかんじきパワーだわこれ。俺たちはどこへでも行ける。泥の質があっちと違うんだよね。もう片っ端から石ごと全部。この辺は群生地かもしれん。絶対石だなこの量は。よいしょ。ああ、石。おお、いるって。でかい。あ、生きてるわ。生きてる。中詰まってますねこれ。でっか。お前めちゃくちゃでかいやん。あ、石か。はい、勝ちました。なんか余裕じゃね。水中でこの向きで埋まってるんですよ。だから最初はなんか尖ってて、足で踏むとこうなるんで平べったく感じます。それが石との違いだ。あ、これ100回だ。平べったい。今倒れたもん、足で踏んだら。お前はもちろん貝かい。あ、貝じゃねえ、石か。やばい。待って、あった。なんかボーンって出てきたよ。よっしゃ。
てかよく見たらこれ貝筋じゃね？待って、これ貝じゃね？生きてね？しかもこれ貝だよね、絶対。生きてる生きてる、中身入ってる。なんか新天地に来たら急激に高密度で生息しやがる。やっぱアサリとかと同じで、こいつらも好む泥質があるのかもしれない。こいつでけえな。こんだけあればパエリアには十分だろ。じゃあもう一つの具材を取りに行きましょう。お前身が詰まってそうだな。いいよ。なんかめっちゃいるんだけど、こんだけエビが余ってるってなると日本人のエビ嫌いは深刻ですね。割とこのスエルやばいね。初めて来たけど、この地域の人はエビを食べないらしい。これだけのザリガニが取れたんで持って帰ります。見てください、こんな穴の中にほらモツゴがいますよ。モツゴが。フィッシュパエリアもあるから魚を入れてもいいかもしれん。いいよ。オッケー、勝った。きた。でかいね、モツゴ。うお、ビビるよお前。やめろよそういうの。産卵終わったんかお前。春繁殖期だろ。やめろ、お前。なんで毒つけに来たのか。お前はパエリアに入れてやんねえぞ。おラッキーラッキー。待って、どこ行くのどこ行くの。よっしゃー。でかいよお前。立派なモツゴも取れたんでパエリアにぶち込みます。というわけで帰ってきました。まずメイン食材であるドブ貝、そして小魚とエビですね。まずドブ貝の下処理をします。こういう淡水性の貝を食べるときについて回るのがゲオスミンです。ゲオスミンは土の中のバクテリアが作り出す独特の匂いなんですけど、あれがね、臭いんですよね。具体的には雨上がりにする匂いとか、下水のマンホールの穴に鼻を突っ込んだ時の匂いとか、シジミの匂いですね。シジミ汁の土のような匂いはゲオスミン由来です。あと鯉とか淡水魚の泥臭さもゲオスミンが原因ですね。魚も溜めるんですけど、特にこういう水をろ過して接触する貝類はゲオスミンを溜めやすくて、シジミレベルなら美味しいじゃないですか。けどドブ貝はね、でかいのもあって特濃ゲオスミンによってドブの味がします。だからこちら日本酒です。日本酒に漬け込みます。ゲオスミンはね、アルコールの一種なので水より先によく溶けます。もうたっぷり使いましょう。これで逃がして味が抜けない程度にゲオミを軽減します。よし、ムール貝の酒蒸しの匂いがしますね。ここまで来たら大丈夫でしょう、多分。では開けていきます。よいしょ。殻に対して身が小せえ。そしたらザリガニ用のたわしでザリガニの汚れを落としていきます。今日はね、殻も使うんでできるだけ泥を取りたい。結構お腹側にゴミ溜まってますからね。そしたら上半身と下半身を分離して背わたを抜きます。よいしょ。で、殻も剥きます。よいしょ。よし、身が取れました。ザリガニの身も少しだけお酒で揉みます。こうするとね、だいぶ臭みが軽減されることが最近判明した。全然違うから酒で一回揉むだけで。よし。次はザリガニの頭をキッチンバサミで半分に割ります。よいしょ。で、割るとほら黒いの出てくるんですよ。これ胃の内容物ですね。これをすべて洗い流していきます。よいしょ。無限に泥が出てくる。めちゃくちゃ伊勢エビくせえよマジで。綺麗になったザリガニの頭を鍋に入れます。普通パエリアにはチキンコンソメとか入れるんですけど、今日は海鮮風なのでエビ出しでいきます。黄色いのはね、エビ味噌から出たアクなんで取ってください。結構臭いですこれ。伊勢エビの味噌汁の匂いがしてきたらね、火を止めます。魚の腹綿抜きます。ちっちゃくてもね、ちゃんと苦いんで綿は除去しましょう。ドブ貝も一回殻から外します。よいしょ。次はね、ニンニクを刻みます。ということで、公園やってきました。公園にはね、野生のネギが生えてますから、まあ、ネギもニンニクも同じヒガンバナ科ネギ属の近い植物なんで、探せばね、球根がついてます。例えばこちらにね、たくさんモッサモサ生えてるのは、アサツキっていう草ですね。細いんですけど、これもね、ちゃんとしっかり抜くと、よいしょ。わずかながら球根がついている。うわ、ネギくっせ。これもね、きちんとネギだし、球根もついてんだけど、これちょっとちっちゃいんで、あったよ。こちらはね、ノビルです、ノビル。まあ、朝月のぶっといバージョンだと思っていいです。よいしょ。はい、出ました。立派な球根がついてます。これは酢味噌つけて食うとうまいんですけど、今日はね、この球根をニンニクの代わりに使いたいと思います。朝月ばっか。あ、ここにもある。ゴミ箱の。誰だここにゴミ捨てたのは俺のノビルの上に。おい、ふざけんなよ、お前。お前って誰か知らねえけどさ、ここにゴミを置くな。俺が食うところだ、これは。なんでこんな嫌なとこに生えてんの、これ。あ、ワンちゃん抜けそう。あ、抜けた。よし、取ってきました。ニンニク。こういう皮がついてる感じもめっちゃニンニクにそっくりですよね。刻んでいきます。目が玉ねぎ切った時の感じでめっちゃ染みる。オリーブオイル入れます。ノビルをニンニクより匂いが少ないんですけど、ちゃんとニンニクと同じ仕事をします。これにザリガニの身と小魚と、よいしょ、ドブ貝も入れます。これでしばらく炒めます。
なんか炒めてみたら意外と具材が少ないな。ちょっと寂しいんで、家の外に入った雑草を引っこ抜いてきました。なんか鬼の岸がね、めっちゃでかく成長してたんで、前の茎を入れたらうまいんやないか。太いね、根っこに近い方は切り落とします。あとはピーラーで表面を薄く削ります。そんで適当にぶつ切りにして、こちらにぶち込みます。さっき出汁に使ったザリガニの頭も入れましょうか。映えるから多分。そしたら次はお米を投入します。ドブ縛りなのに米使っちゃうのって思ったじゃないですか。でもよくよく考えてみてください。米だって元は東南アジアの水辺に入った雑草っすよ。草だからただの。我々日本人はね、雑草を丁寧に育てて収穫して主食にしてるんですよ。だからね、セーフです。これは。ちょっと言い訳が苦しい気がするんで、この前精米した猫じゃらしを混ぜて罪を軽くします。猫じゃらしと米半々くらいだったらみんな許してくれるでしょ。水を入れます。普通パエリアは炊かないんですけど、猫じゃらしは圧力かけないともちもちにならないので先に炊きます。オープン。おー、いいね。なんかくっさ。一瞬畳の匂いがしましたね。いい感じに炊けてる。ちゃんと柔らかそうですね。ちょっと食ってみようかな。お、大戸屋の五穀米の味する。あれでもこれさ、炊いたら結構量あるな。お米はもうほんのちょびっとでいいかもしれん。足りるでしょこれ。よいしょ。皆さんこれはセーフですね。ドブで縛れてますからね。したら火をつけて、チャーハンみてえだな。こちらに先ほど取ったエビだしを入れていきます。猫じゃらしまだまだ膨らむんで、ひたひたに入れましょう。そしたらこちらに具材をレイアウトしていきます。貝を戻して、で、入れる。これはセンスが求められるな。よいしょ。よし、火つけます。これで一回沸騰させます。いや、この角度から見たらさ、生ゴミに見えるかもしれないよ。けどこっちから見て、結構美味しそうじゃない？火を止めます。よっ。うお、これはパエリアだろ。見てよみんな、このなんか謎にさ、黄色がかってんのもパエリアの特徴だよね、ご飯が。ほら、ご飯のほぼ全てが猫じゃらしで賄われていますからね。うわ、すげえ。パエリアの香りがするぞ。貝に乗せていくスタイルで。ドブ縛りパエリアいただきます。まずお米の方から。まあ猫じゃらしですけど。もうちょい味濃くてもいいな。ちょっとマキシマムを振ります。あ、違う。塩コショウを振ります。ちょっとこちらね、ザリガニと一緒にいただきます。パエリア柔らか。米だ。ちゃんと伸びるが効いて、ニンニクの香りが立ってる。こちら、野毛しです。味はレタスみたいでうまいんだけど、やや硬い。これは処理をミスったな。野毛しのせいではない。猫じゃらし米のつぶつぶした食感がね、意外といいわ。麦ご飯に近くて、噛む時にプツプツっとね、歯で切断してる感じがすごい心地よいです。じゃあこちら、ラスボスというか、メインというか、ドブというか、ドブがいただきます。すげえ。口に入れた時にさ、ムール貝の香りがして、その後にさ、ミシシッピアカミミガメのうんこの匂いがしたわ。やっぱまだ煮込みが足りなかったかもしれんな、これ。肝を取り除いて食うといいかもしれん。貝ってさ、筋肉と肝で構成されてるわけじゃん。ここが筋肉で、この中にね、肝が入ってるわけなんですけど、この肝がね、臭いのよ。ごめんだけど、肝をね、除去させていただく。この状態だったらね、いけるはずです。いただきます。お、うまい。ここか。ムール貝の味したの。こりゃうめえ。まあ、本日も動画を最後まで見ていただきありがとうございます。この動画がいいと思ったらね、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。あとメンバーシップも入ってください。よければまた見てください。ごちそうさまでした。にしても作りすぎたんで、これは冷凍かな？多分7人前ぐらいあるんで。